栗原家の大喜びカレーでございます。簡単にできますですけど、すごく本当にルーがベースになってるのにこんな美味しいんだっていつも喜ばれるんですね。人参とかじゃがいもは僕は入れないんです。やっぱ玉ねぎのパワーは偉大ですよ。もうお肉が超柔らかいわけですよ。これむしょっとね、こう豚肉から出汁が出ます。旨味が、そこに玉ねぎの甘みとコクが加わって、さらにそれをルーで一体感を持たせるって感じですかね。うまいよ。相変わらずうまいよ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは栗原家の大喜びカレーでございます。大喜びカレーという名の通りですね、これは家族も喜ぶんですけど、栗原家では、今こういう状況でできませんけど、よくパーティーを開催しておりまして、そこで作ると皆さん締めにめちゃめちゃ食べて帰るという、喜ばれるルーで作るカレーでございます。材料ですけど、まず豚肩ロースの塊、塩コショウ、それから玉ねぎ、ローレル、ニンニク、バター、白ワイン、中濃ソース、コリアンダーパウダー、カレーパウダー、それからルーですね。ルーをベースで形作ってちょっと深みを足すっていう感じですかね。ちょっとねスパイス持ってない方はあれかもしれないんですけど、簡単にできます。で時間だけは少しだけかかりますですけど、すごく本当にルーがベースになってるのにこんな美味しいんだっていつも喜ばれるんですね。ちょっとお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、人参とかじゃがいもは僕は入れないんです。もし好きな方がいたら別で茹でてカレーのルーをかける時に添えるという食べ方の方が最後まで美味しくカレー食べれます。じゃがいも入れちゃうとやっぱりじゃがいも溶け出しちゃうんで、じゃがいもにやっぱり味が占領されちゃうというか、ちょっとそれは僕はね苦手なんですね。まず玉ねぎですね。まずみじん切りします。ちょっと細かめに叩いて、これをまずフライパンに移します。でここにバターですね入れて火にかけます。でこれでまずいわゆる飴色とやつですね。今回スパイスカレー、パウダーとコリアンダーパウダー入れますけど、ルーとこれだけでも相当深みのあるカレーになりますね。だから玉ねぎのパワーは偉大ですよ。僕はハンバーグとかゆっくり作る時間がある時は玉ねぎ多めに炒めて1回分のカレーとか1回分の、ハンバーグ用に冷凍しておきます。このまま最初強火で油回ったらちょっと火を落として中弱火ぐらいですかね。でほっといてちょっと色がつき始めたら裏返すみたいなことをずっと繰り返して炒めていきます。だいたい玉ねぎの量がこのぐらい飴色になると1/3ぐらいまで減りますね。で時間にして15分から20分。お店とかだと本当に1時間ぐらいかけて超低温でやってきますね。その方がより甘みが出るんで、さすがにねちょっと家で1時間ちょっとゆっくりなかなかやるのはね難しいので、僕は20分長くて20分ぐらいですかね。続いてお肉の処理ですね。こんな感じかな。で幅はこのぐらいでいきましょうか。ちょっと大きめ。はい、切れたらここに塩コショウします。コショウで全体揉み込んで、そしたらちょっと圧力をかけながらお肉柔らかくしていきたいので、こういう重めの鍋を使ってください。当然普通のフライパンとかお鍋でもできるんですけど、ちょっと重めの方が圧力かかってお肉柔らかくなるのも少し早いと思いますね。でまずオリーブオイルでこういうので炒めるとお肉くっつきやすいので、こそげるようなものも用意しておくといいと思うんですね。こういうね先っぽがストレートになってるヘラで炒めていきます。でニンニクも半割りしておきます。こうやってねくっつくんで、ついたらこそいだれる。で焼き目がついたら白ワイン、お水でさっき割ったニンニクでローリエですね1枚で、これで沸くまでずっと強火でいきます。今ルーすごいですよね。いろんな種類あって全部味違いますからね。好きな味があったらそのルーだけじゃなくて2種類ちっちゃいの買ってそれ2つ混ぜるっていうのがいいですよね。より複雑になる。沸いたんで、沸いたらちょっとコトコトぐらいにします。弱火でいいと思いますね。で完全に蓋しちゃうと多分吹き出します。なのでちょっと開けてこの状態でコトコトしてる状態、このぐらいのコトコトで蓋をこのぐらいで40分煮ていきます。少しここから空気出ていくんで蒸発していきますけど圧力かかるのでこのぐらいでも、はい、ここ
こんな感じで水分量が3分の2いや5分の3ぐらいですかね。半分いってないぐらいまできたら、もうお肉が超柔らかいわけですよ。これむしょっとね、こうくにゃっとすぐほぐれちゃう繊維状態ですねになります。でここにさっきの玉ねぎちょっと火を強くし、でひと煮立ちさせて玉ねぎをこの煮汁とちょっと一体化させたらルーを入れていきます。このカレー、まあ牛でもいいんですけどね、もう少し時間かかりますね多分ね。僕はね結構ポークカレーが好きなんで、同じようにチキンでもできますけどね。ルーが完全に溶けたら、コリアンダーパウダー、それから、カレーパウダーでちょっと甘みと塩味とソースの風味ですね、中濃ソースで一回ここで多分使うルーによって塩分も違うので、一回味見してから本来であればお塩入れてください。ちょっと引き締めのためにお塩最後入れます。ここからは結構粘度もあるんで、まあ少し5分ぐらいポコポコやった方がいいんですけど、下が当たるんですね、鍋底が。でそれが焦げて最後カレー台無しにしたことがある方もいらっしゃると思うんで、僕もね何度もやりましたね昔ね。ほっといてカレー焦げる。はい、いいんではないでしょうか。じゃあ盛り付けていきます。ででーん。でお好みで福神漬けと、これ結構好きなんでね、らっきょう、はい完成です。みんな大好きなカレー。柔らかい肉柔らかい。うまいよ、相変わらずうまいよ。やっぱ豚がいいような気がするな。豚の脂感がねこのカレー合うんですよ。うまい。ちょっとふと思ったんだけど、いつもこれ食べてうまいって言ってるけど、ただの自画自賛だよなこれ。でもうまいって言わないと伝わらないからね。でも美味しいですよ。まあちょっと煮込み時間と玉ねぎを炒める工程だけ手間かかりますけど、スパイスが最悪なくてもルーだけでもこの工程同じようにやっていただければかなり美味しいカレーできると思います。通常のカレーだとお肉をそんなに煮込まないですぐルー入れますよね。野菜が柔らかくなればいいっていう考え方ですよね。そうすると肉の旨味はそのスープの中には出ないわけですよ。だからルーだけでカバーされちゃう。今回のは豚肉がある程度入っていて、豚肉から出汁が出ます、旨味が。そこに玉ねぎの甘みとコクが加わって、さらにそれをルーで一体感を持たせるって感じですかね。だから旨味がこう足し算にその段階ですでになっていると。一回ねちょっと試しにやってみてください。多分家のカレーがこれになると思いますので、はい、ごちそうさまでした。